皆さんこんにちは、石川よしみです。今日は、余ったクロワッサンを美味しく食べるコツをお教えしたいと思います。フランスではね、すごく定番でみんな大好きな、なんだろうな、お菓子って言ってもいいし、ビエノワズリーっていうクロワッサンの仲間ではあるんだけれども、クロワッサンオザモンドっていうのがあります。オザモンドっていうのはちょっとフランス語でアーモンドのことなんですね。クロワッサンをこれから硬くなった前の日のクロワッサンとか、捨てるのもったいないなってなったパンオショコラとかを美味しいものに変身させる、クロワッサンオザモンドを作っていきたいと思います。お家でもね簡単に再現できるので、ぜひ作ってみてください。では始めますよ。それではまずはじめに、残ったクロワッサンって硬くなっているので、そこを柔らかくするためのシロップを作ります。お鍋か、こういう火にかけられるボウルの中にお水を、今日は 300g 入れてます。で熱していきますね。はい、熱してください。であったかくなってからでも冷たくなってからでも、冷たいうちでもどっちでもいいんですけれど、お砂糖を同割り加えていきます。なんで今日は300に対して300ですね。量はどのぐらいでも構わないんですけど、なんていうのかな、そのクロワッサンつけるのであまり少ないとちゃんと使ってくれないですから、それなりの量が必要になります。でお砂糖がしっかり溶けて、透き通ってくるまでしっかりと火を通していきます。でここで、プチポイントですけれど、ちょっとレモン風味が好きな方とかはここにレモン汁を入れたりとか、あとはここにラム酒持ってきましたけど、お酒が好きな方はラム酒を、煮て冷めた後に加えていただくと、アルコール飛ばないのでいいですけども、逆に飛ばしたい方は一回火を通してグツグツっとラム酒を入れた後でグツグツっとやってもらうと、アルコールが飛んで香りだけ残ります。そういう方法をね取っていただいてもいいと思います。今日はせっかくなのでラム酒をちょっと入れてみますね。はい、今グラグラ煮えてます。少し温度下げます。今お砂糖がねちょうど溶けてきたところですね。ラム酒あんまり入れると結構きついので、ほんとちょっとだけ香り付けに入れます。こんな感じね。はい、子供さんはね食べられないね、そうすると大人用って感じです。はい、ちょっと入れて、でくたくたちょっとこう沸騰させてあげることでアルコールは飛びますから、香りだけが残ってくれると。でうちのお店ではちなみに、アルコールが入ったものは販売していません。はい、今沸騰してきたので切りました。いいラム酒の香りがします。はい、これが、シロップの出来上がりです。ちょうどね沸騰した感じでラム酒の色がほんのりとついてます。今日はちょっと大人向けのシロップを作ってみたので、ラム酒を本当にちょっとだけ入れてますけれども、例えばシナモンの香りが好きって方はここにシナモンスティックを入れてもらって、少し置いとくとシナモンの香りがしてきますので、その辺はねご自由にご自分のアイデアで美味しいシロップを作ってみてください。出来上がり。はい、続いて、この残り物のクロワッサンですね。先ほど作ったシロップにつける前に真ん中にね切り込みを入れていきます。できればこういうね波刃のナイフがいいし、もしこういうのなかったらちっちゃいペティナイフ、波刃の子を持ってらっしゃったら、切りやすいと思います。もちろんね普通の包丁でもよく切れるよっていうものがあれば、もう全然それでも構いませんし、よく切れるものを使ってください。じゃないとやっぱクロワッサンって柔らかいのでね潰れてしまう。で切る時は必ずこういう風に中までしっかり切り込みを入れる。で後ほどねここにアーモンドクリームを挟んでいきますので、しっかりと切り込みを入れていきます。いいですか？はい、1個ずつ入れていきます。でクロワッサンってね実はね前後ろ正面後ろがあるのをご存知ですかね。クロワッサンにはちゃんと顔があってですね、前と後ろがあります。例えばこれで言うとこう巻き終わってるここがね前なんです。で巻き始めのこちらがここお尻になります。なのでナイフ入れる時にはこの鼻の部分ね、鼻がある方の手前の方を切り込み入れてくださいね。そうすると出来上がった時にこちらが正面という風になります。もちろんねアーモンドクリームつけていくんで見えなくなっちゃいますけれども、やっぱそこはねなんか職人のこだわりでしょうかね。
やはりちゃんと前と後ろをきれいに揃えたいなというのが、私のこだわりの部分でもあります。はい、こういうふうに順番に、カットをしていきます。はい、で今日はねこのパンオショコラもね残り物のパンオショコラがあるので、こちらも切っていきます。実はねお店にはこのクロワッサンオザモンドっていうクロワッサンにアーモンドクリームを塗ったものと、あとこのパンオショコラにも同じようにアーモンドクリーム入れて塗って焼いていく、2種類パンオショコラオザモンドというのがあるんですね。やはりねパンオショコラも前と後ろがあって、この巻き終わりが前、お尻の方が後ろね、こう巻き始めの方ですね、こちらが後ろになります。なのでできればこの前からカットしていく。でもう切ってしまわずに、これも中間ぐらいまで切ってあげて、こういうふうにパカッと開けるようにねしてあげます。これが初めのね準備になります。はい、先ほどねこの切り込みを入れたクロワッサンを初めに作ったシロップに浸していきます。ここでねちょっとしたコツがあるんですけれども、通常クロワッサンは前の日に残ったものなので冷たいじゃないですか。そうするとできればシロップはこう温かいもの、今これさっき沸かしたんで少し温度下がってますけど、まだまだそう言っても熱いです。でなんかねこう染み込ませる時ってルールがあって、こういう冷たいものに染み込ませる時はシロップは熱い。例えばお家でケーキとか焼かれる場合、焼き上がりのケーキにこうシロップをね塗ったりする場合あると思うんですけども、このシロップを打つ時のこのシロップは冷たいんです。でなければ浸透圧であったかいものには冷たいシロップ、冷たいものにはあったかいシロップっていうのがね、私たちのこれはねルール決まりです。プロの技になります。皆さんもどうぞね真似してください。なのでこちらは今温かいシロップになってます。でこの中にね1個ずつ丁寧に、シロップ漬けをしていきます。結構ねしっかりつけるんですよ。はい、こう絞れるぐらい。意外とうちのお店とか、パリはねそうでもないけど、日本のパン屋さんってやっぱ怖いから、このシロップにつけ足りないお店が意外と多くって、やっぱりなんでフランスのクロワッサンオザモンドが美味しいかっていうと、もうめちゃくちゃひたひたにヘロヘロにつけるんです。こういうふうに見えますか？ぺっちゃんこになるぐらい中もしっかり使ってます。このぐらいしっかり漬け込んでいくんですね。やはり残り物のクロワッサンですから結構乾燥しちゃってるので、もうしっかりドボドボこういうふうにつけて、で絞る、こうやって絞るぐらいつけてあげます。これ意外とねプロの人たちでもなかなかやってないんですよね、不思議に。はい、これパンショコラですね。もうチョコレートごといっちゃいます。はい、さっきも言ったようにこれシロップが温かいですから染み込むんです。すごく綺麗に染み込んでくれる。はい、すごいでしょね。タラタラ垂れるぐらいしっかり漬け込んでいきます。はい、はい、次に、これからねアーモンドクリームを作っていきます。アーモンドクリームってすごく使い勝手がいいクリームで、結構何にでも使えるんですよ。で今日作るのは本当にナチュラルなベーシックなアーモンドクリームになります。まず材料から見ますよ。バター、少しね常温に戻して柔らかくしてください。はい、滑らかなねポマード状にしておきます。で例えば忘れてた、バターが硬いっていう時はちょっと電子レンジかけてもらって柔らかくして、溶けちゃダメなんですけれどもポマード状にしておきます。はい、こちらが 250g。 次お砂糖ですね。グラニュー糖、250g 同じ量になります。250と250。続いて全卵です。割って溶いたものが 250g なのでM サイズの卵だと、5個ぐらいかな。L だと、4個半ぐらいになるんで、望ましいのは1回割って溶かしてから測るっていうのがベストだと思いますよ。次にアーモンドプードルですね。こちらもやはり 250g。お気づきかと思いますけれども、全部同じ分量です。だから50、50、50、50でもいいし、100、100、100、100でもいいし、その時にご自身で必要な量を作ってください。はい、このバターね、少し柔らかくなっているバターにこういうね、これがポマード状ですね。柔らかいこういうポマード状のバターに次お砂糖を入れていきます。
お砂糖を練っていきますよ。今日はね少量ですし手で作っていきます。はい、一回きれいにポマード状にしていただいたらこんな風ですね。お砂糖を入れていきます。少しずつ入れていきますね。手で回すときは、材料はできるだけ少しずつ入れていきます。その方がね負担がない。最後のねお砂糖も入れていきます。250g ですね。同割りになります。はい、でこれで今ね同割りのお砂糖が全て入った状態ですね。ある程度白くなってきたら卵をちょっとずつ入れていきます。はい、こんな感じですね。ちょっと白っぽくなりましたね、さっきよりね。はい、次に卵ね。卵を少しずつ入れますよ。ほんとちょっとずつ入れるのってこれは鉄則。失敗しない鉄則。例えば途中でね、なんか様子がおかしいなとか計量間違いっていうこともあるので、必ずちょっとずつ入れていきます。でね、ここで一つコツです。卵とバターは言い換えると水と油なんですね。なので、お砂糖がつなぎになってますけど、どんどん入れていくとその入れ方が悪いと分離したりするわけですよ。で超慌ててみたいになるんだけど、そこを防ぐ実はねコツがあります。そのコツは何かというと、今全部まだね、卵が入ってない状況です。もうちょっとで終わる。でこのそろそろなんか水分が増えてきてどうしよう分離しないかなっていう時に、先にちょっとだけアーモンドプードルを入れちゃいます。ちょっとだけね、全量じゃないよ、全部じゃない、本当にちょっとだけ入れるんです。こうしてつなぎで。そうするとやっぱりアーモンドプードルって乾燥してますから卵を吸い込みやすくなる。なので分離を防いでくれる。これ一つのコツですね。普通はアーモンドプードルは卵の後に入れるんだけど、ここで少しアーモンドプードルを入れておくことで分離を避けることができる。これはねポイントです。いい感じのクリームになってきたでしょね。でもうそろそろ卵が終わりそうになってきましたから、よいしょね、ここでアーモンドプードルを入れて、でこれ2つで 250g なんですね。入れていきますよ。すると最後アーモンドプードルを入れたら出来上がりになります。でこのアーモンドクリームですけれども、このまますぐ使うと実はちょっとね柔らかすぎるんです。なのでできれば少し冷蔵庫で 2,3 時間、寝かせてください。はい、最後にアーモンドプードル入れていきますよ。はい、でここからはサクッと、ゴムベラで合わせていきます。はい、なんで最後はゴムベラでこういうふうにねさっくりと合わせていく。これ最後のアーモンドプードルですね。はい、じゃあアーモンドプードルを使ったこのアーモンドクリーム出来上がりました。美味しそうでしょ。はい、こちら先ほどね出来上がったアーモンドクリームです。これをこの絞り袋に入れますね。で例えばこれ明日もちろん3時間後とかでもいいんだけど冷蔵庫に寝かせて、少し閉めてから使うんだけど、閉める前に例えばこういう絞り袋に入れておくと後の作業が楽なので、ここで入れてしまいます。冷蔵庫入れちゃうと硬くなるので入れづらくなるんですね。でも今なら柔らかいので必要な分だけこういう風に、絞り袋に入れてしまってで冷蔵してあげます。最低3時間ぐらいはやっぱり寝かせてあげたいかなと思いますね。少し締めたい。理想は一晩です。なんで明日作るぞって時には前の日に作っておきます。はい、こんな風にしてから冷蔵庫で寝かせてください。はい、それでは、先ほど、ちょっと前にシロップ漬けにしたクロワッサンとパンショコラ、そして、ちょっと前に作って冷蔵庫で寝かせてあるこのアーモンドクリームですね。これで、組み立てをしていきたいと思います。この絞り袋のね先っちょをそうね1センチぐらいかなの大きさに切っていきます。口金はね必要ありませんからね、もうこのまま絞り出すことができます。そして片方では皆さんがお持ちのオーブンの鉄板の上にオーブンシートを置いて、用意しておいてください。よろしいですか？はい、そこまで用意ができたら、絞り始めます。
まずはさっきのクロワッサンですね。ヘロヘロになったクロワッサンですね。いいですか？こんな風にアーモンドクリームを絞っていきます。そして蓋をする。そしてこの上にも同じようにアーモンドクリームをこういう風に絞っていきます。じゃあ続いてパンショコラいきますね。パンショコラも全く同じで、よいしょ。先ほど切り込みを入れたところにアーモンドクリームをこう流していき、蓋をして、で、さらに上にアーモンドクリームを置いていきます。はい、最後もう一つね。はい。ここに切り込みが入ってますね。シロップもしっかり染みてるので、しかも今日はなんといってもラム酒入れてますよね。なので、ちょっと大人の味の、クロワッサン・オザ・モンドです。沸騰させてるので、通常ね、アルコールは飛んでるんですけれども、とはいえね、大人の方向けのクロワッサン・オザ・モンドを作ってみました。で、焼く前にこれオーブン入れて焼いていきますけれども、上にね、アーモンドのスライスを振ってください。またこれがね、焼けてね、香ばしいんですよ。サクサクして、やっぱこれなしでは、クロワッサン・オザ・モンドが成り立たない。ね、しっかり振ってあげます。はい。これはね、ローストしてないアーモンドスライスです。ね、オーブンでローストされますからね、今ローストしなくていい。はい。こういう風に振っていきます。はい。そしてこれからオーブンに入れていきますけれども、予熱したオーブン180度で約10分焼いてください。はい。美味しいのができそうですよ。はい。それでは180度のオーブンに入れていきます。今日はね、私のパン屋の工房にいるので、プロ用のオーブンになりますけれども、ご自宅でしたら、ご家庭用のオーブンをコンベクションモードにしてお使いくださいね。じゃあ、10分ほど焼きますよ。はい、10分経ちましたので、これからオーブンから、鉄板を出していきますね。見てくださいよ。おー、いい感じ、いい感じ。よいしょ。今から仕上げに、粉糖をかけていきたいと思います。はい、いよいよ最後の仕上げです。焼き上がったこの、クロワッサン・オザ・モンドに、粉糖をね、かけていきます。できれば粉糖はね、冷めてからかけてくださいね。お砂糖溶けちゃうので、こういう風に、ご自宅だと茶こし使っていただいたらいいですが、粉糖をかけて、これはお好みですけれど、粉糖をかけていきます。で、例えば今日やったクリームですね。アーモンドクリームに、何でも混ぜられるんだけど、例えばお抹茶とか混ぜていただいて、お抹茶のクロワッサン・オザ・モンドとかもできるんですけど、その場合はこの上にかけるこの粉糖にも少しお抹茶を混ぜてあげると、よりお抹茶らしくっていいと思います。はい、こちら出来上がりましたね。クロワッサン・オザ・モンド。私たちね、環境にも、非常に留意しているブランドなんですが、フードロスっていうのがね、今日本でも、随時叫ばれてきてると思うんですけれども、フードロスのためにもこういった余った食品をどうやって加工して美味しく食べられるかっていうね、方法ってたくさんあって、その中の一つを今日ご紹介してみました。全く同じやり方で食パンとかブリオッシュとか薄くスライスしたものにシロップを打ってあげて、同じようにアーモンドクリームを塗って同じやり方で焼くと、ボストクっていうね、また別の商品名ですけれども、全く同じ商品が出来上がります。ぜひそちらもね、お試しください。こちら、クロワッサン・オザ・モンドです。いかがでしたか？ぜひ皆さんもお家で試してみてくださいね。ありがとうございます。さようなら。